様こんにちは。マダムスチーム長期レジンです。東京は渋谷で行われているアルカソムニアというスチームパンクなイベントに来ています。私の発明品を長期亭からいくつか持参しております。ぜひ皆様ご一緒に楽しんでください。2022年11月27日日曜日、ここは東京渋谷のレイドアウト渋谷というビルです。このビルの地下1階のバー、ミュージックバーケイブ渋谷にてアルカソムニアが開催されました。午後6時から11時までの夜のイベントです。会場はレンガ壁に黒を基調とした内装です。シックでおしゃれですね。さあ、6時になりました。続々とお客様が入ってきましたね。いよいよアルカソムニアの開幕です。アルカソムニアとは何でしょう。一言で言えばスチームパンクをテーマとしたコンセプトパーティーなんですが、スチームパンクだけに限らず演奏あり、パフォーマンスあり、素敵な音楽にダンス、発明品の展示ありという盛りだくさんのイベントなんですね。まるでパラレルワールドに迷い込んだような楽しい体験ができる空間です。このイベントを主催したのはスチームパンクグッズを扱う船長のお店の経営者ケニー船長です。彼はかつて数百人規模の巨大なスチームパンクパーティースチームガーデンを手掛けたイベントオーガナイザーです。ケニー船長のインタビューは後ほどご紹介しますので、どうぞお楽しみに。このイベントの一番の特徴といえばドレスコードです。入場者はスチームパンクをはじめ着物、ゴシック、ビクトリアン、ミリタリーにオリエンタルと会場の雰囲気に合ったお洋服を着る決まりとなっています。参加者はお洋服や小物を手作りしたり、アンティークウェアをコーディネートしたり、思い思いのファッションに身を包んでいます。参加者全員がこの奇妙な世界の住人なんですね。たくさんの方にお話を伺ったんですが、初めてこういったイベントに参加された方が結構多かった印象です。初対面同士でもお互いのファッションについて、これはどこで買ったんですか？どうやって作ったんですか？なんて会話が弾むんですね。スチームパンクイベント常連の方々もたくさんいらっしゃいました。ここ数年大勢で集まる機会がなかったので、あちこちで久しぶりなんて再会を喜ぶ声が上がってました。私も久々に昔からの仲間に会えました。こちらはご存知、夏子さんです。和装スチームパンカーの先駆けとして有名ですね。以前インタビュー動画でご紹介しましたね。なんと昔プレゼントしたキセルを持ってきてくださいましたよ。夏子さん、ありがとうございます。私の書籍ネオビクトリアンスタイル DIY ブックを持参してくださったご夫婦もいらっしゃいました。20年以上前から私のサイトやブログをご覧くださっていたのだとか。いやー、びっくりしました。嬉しかったです。個人的に各地のイベントで行っている黄金の1億円札のプレゼントです。皆様の金運アップを祈願して初対面の方々にお渡ししてるんですよ。福沢諭吉と新札の渋沢栄一バージョンの2種類をたっぷり30億円ほど持ってきました。お財布に入れておくと金運が上がりますよ。こちらは展示コーナー。私が蒸気亭から持ってきた様々な発明品やコレクションの数々です。実物をたくさんの方に見ていただく展覧会は数年ぶりとなりますので、私にとっても貴重な機会となりました。はるばる香港から参加された方もいらっしゃいました。こちらはシルバーアランくんとチョコさんです。アランくんは15年も革細工のキャリアがある天才的な香港のレザーアーティストなんですね。とってもキュートでエレガントなチョコさんはモデルさんをなさってます。日本語が堪能なので通訳をしてくださいました。こちらのアランくんの作品をご覧ください。腕につけるレザーバングル、なんとパチパチと瞬きをするんです。アランくんのお友達がプログラムした LED を組み合わせた作品です。完成に1年半もかかったそうですよ。今後はスチームパンクだけでなくサイバーパンクやゴシックなど様々なジャンルの作品作りに挑戦したいとおっしゃってました。みんなでジョジョ立ちです。それぞれ個性的なファッションだからジョジョポーズも決まりますね。
アルカソムニアでは様々なショーや音楽演奏、マジックやライブペイント、ステージパフォーマンスが行われています。会場はすごく賑やかなんですね。DJ による音楽もノリが良くて、思わずみんな踊り出してしまう雰囲気です。ギャビンさんとダンスバトルしてる私です。ダンスなんかしたことないよ、踊るのなんか無理という方でも大丈夫。スチームトレインダンスなら誰でも簡単に踊れます。みんなで肩につかまって長い列を作って会場内をカッ歩するというダンスです。スチームパンクイベントでは恒例なんですね。スチームパンクは蒸気機関が元になっています。だからみんなで蒸気機関車を作って踊っちゃおうというもの。すっごく盛り上がる鉄板ダンスです。今回は私が先頭車両になってみたんですが、皆様が参加してくださってほっとしました。誰も肩に捕まってくれなかったら私一人で踊る羽目になって空気が凍るところでしたからね。ありがとうございます。さて、ここでアルカソムニアの主催者であるケニー船長のインタビューをご覧ください。ケニー・ビレーションと申します。私はですね、2012年からスチームパンクのみをテーマにした、皆さんが参加できる体験参加型のイベントを長らくやっているのかと思います。そういった経緯から、東京は高円寺にスチームパンクの専門店を、もう3年になりますかね、経営しているんです。アルカソムニアっていうのは、ラテン語で夢の箱っていう意味なんですよ。夢とかを見た時に、夢の側でそこに同じく世界が開けていたり、そこには人物がいたりはすると思うんですね。その人物から見たら、あなたこそ人物なんですよ。イベントとしてそれが成功したかしてないかというと、私としては、皆さんが満足してくれる、楽しんでくれたなら、それは一つの成功に言えると思うんですよ。なかなか大変な中ですけれども、それでも皆さんがスチームパンクやそういうちょっと変わったもの、他と違ったものっていうのを今後になる方が、いらっしゃいますので、そういった方の手助けになりたいなと思って、じゃあスチームパンク、私もスチームパンクを皆さんにお伝えしつつ、皆さんなりのスチームパンクの会社に背中を押す存在になれたらなということで、スチームパンク店長として呼ばれているんですけども、やっておりますので、ご興味がありましたら、ここのリンクが連絡するので、検索していただけたらと思います。今回行われておりますアルカソムニアなんですけども、こちらドレスコード制になっております。ただドレスコードということで、気負いすることなく、皆さんがおしゃれだなと思う格好でしていただけたらと思っております。で、それは何につながるかというと、あなた自身の個性につながると思うんですね。私はこれが好きで、こういう設定で、こういう考え方でこうしているよってことを私たちに教えていただきたいんです。そういった交流のイベントにこれからもしていきたいと思っておりますので、アルカソムニアまた時期が決まりました。皆様にお声掛けいたしますので、ご興味ある方は引き続きアルカソムニアも店長のお店をですね、チェックしていただければと思います。今回のアルカソムニア、自分は口下手だからとか、人見知りなのでと尻込みして参加を見送った方もいらっしゃったかと思います。そのお気持ちよくわかります。特に一緒に足を運ぶお友達がいなくて、自分一人きりでイベントに参加するのはすごく怖いと思うんです。でもね、アルカソムニアでは演奏や展示を眺めているだけでも OK です。美味しいカクテル片手に静かにくつろいでもいいし、いろんなファッションの人がいるので、見てるだけでも全然退屈しません。他の人とうまくコミュニケーションを取らなきゃって気負わなくてもいいんですね。自分は初心者でスチームパンクのことをよく知らないから、話題についていけないかもなんて心配しなくて大丈夫です。誰もいきなり議論をふっかけたりしません。お互いのファッションや小物について、それいいですね、かっこいいですね、そんな気軽な話題でいいんです。話が弾んで SNS をフォローし合ったりなど、交流の輪が広がることもあります。私もイベントを通して知り合って、もう10年近いお付き合いになっている方もいます。一人で黙々と追求するスチームパンクもいいですが、やっぱり横の広がりがあると、より楽しさが倍増すると思います。
そのために勇気を出して、やっと第一歩を踏み出してほしいなと思います。もしよかったら、こんなスチームパンクイベントのあるある動画も作っているので見てみてくださいね。ケニー船長によると次の開催もありそうなので、ぜひ次回のアルカソムニアに飛び込んでみてくださいね。では皆様、どうぞ良きスチームを。